今この瞬間、あなたの体の中で何が起きているか、じっくり想像したことはありますか？心臓は、1分の休みもなく規則正しいリズムで脈を打ち続けています。肺は絶え間なく空気を吸って吐いて、体中の隅々の細胞にまで酸素を届けています。脳は無数の情報をとてつもない速さで処理しながら、言葉を紡ぎ、記憶を呼び起こし、感情を揺さぶっています。目は光の波長を感じ取って映像に変え、耳は空気のわずかな振動さえも拾い上げ、手は今まさに画面をスクロールしています。これらすべての営みを一瞬の中断もなく24時間365日、黙々と支え続けているものがあります。それは私たちの細胞の奥深くにひっそりと潜む極小の発電所。その名をミトコンドリアと言います。ミトコンドリアは私たちの体を構成する一つ一つの細胞の中に数百から数千も存在する小器官です。ご飯やパン、野菜や肉や魚など、口にした食べ物から取り出した栄養を原材料にして、生命のエネルギー通貨とも呼ばれるアデノシン三リン酸、一般的には略して ATP という分子を休みなく、絶え間なく生み出し続けています。このちっぽけな ATP という分子がなければ、筋肉の繊維は一本たりとも縮むことができません。神経細胞は隣の細胞に情報を伝えることができません。ましてや心臓が一拍打つことも、目で世界を見ることも、何かを考えたり言葉を交わしたりすることも、全くもって不可能なのです。ATP こそが、生命という途方もなく複雑な機械を動かす、全く唯一無二の燃料。私たちはこの ATP なしでは、文字通りたった1秒たりとも生きてはいけないのです。しかし、ミトコンドリアの本当に驚くべき点は、その精緻で効率的な働きぶりだけにとどまりません。実はこのミトコンドリアは、もともと私たちの細胞の持ち物などではなく、全く別の独立した一つの生き物だったのです。今から約15億年から20億年も昔のことです。まだ地球上の大気には酸素がごくわずかしか含まれておらず、広大な海の水にもほとんど酸素は溶けていませんでした。陸の上をいくら見渡しても、緑の植物など一本も生えてはおらず、むき出しの岩と砂、そして吹きすさぶ風ばかり。そんな荒涼とした原始の地球の浅く暖かい海の中を、一匹の小さな細菌がただひたすらに漂っていました。これが後にアルファプロテオバクテリアと呼ばれるようになる細菌で、当時としては極めて稀な驚くべき能力の持ち主でした。酸素を使って有機物を分解し、そこから爆発的とも言えるほどの大量のエネルギーを取り出すことができたのです。一方で、同じ原子の海には、この小さな細菌よりもずっと巨大な別のタイプの原始的な細胞も泳いでいました。この大きな細胞は、周りを漂う小さな生き物を丸ごと包み込んで取り込み、消化することで栄養を得て生きる、いわゆる捕食生活を送っていました。そしてある日、いつものようにこの大きな細胞が餌を求めて周囲に膜を伸ばしたその時、運命の瞬間が訪れます。一匹のアルファプロテオバクテリアが、その巨大な細胞の中へと丸ごと飲み込まれてしまったのです。細胞としては普通に食事をしたつもりだったのでしょう。しかし、ここで生物史全体を根底から塗り替えることになる奇跡が起きました。飲み込まれた細菌がなんと消化、分解されずに、宿主細胞の中で生きたまま生き延びてしまったのです。細菌は細胞の中で平然と酸素呼吸を続け、おびただしい量の ATP を作り出しました。宿主細胞の方も、なんとその ATP を自分のエネルギー源として、そのまま利用することができた。この出来事は、エネルギーという観点から見てまさに革命でした。というのも、酸素を使わない通常の嫌気まくな発酵代謝と比べると、酸素呼吸では同じ1個のブドウ糖分子から取り出せる ATP の量が実に18倍以上にも跳ね上がるのです。
不意に18倍ものエネルギー余剰を手に入れた宿主の細胞は、それまで物理的に到底不可能だった様々なことに挑戦できるようになりました。細胞自体のサイズを一気に大きくすること、内部の構造を小胞や膜で複雑に仕切って機能を分化させること、さらには同種の細胞同士がより集まって組織や器官を作る多細胞化という進化の階段さえも、すべてこの爆発的なエネルギー余剰があって初めて可能になったのです。細菌にとってもこれ以上の安全はありません。敵や飢え、水温や水質の急激な変化といった外敵だらけの海を立った一人で漂うよりも、温度も栄養供給も安定した宿主細胞の中にいる方が、どれほど安全で確実か。こうして両者は、お互いなしでは一秒たりとも生きていけない、切っても切れない深い共生関係へと入っていきました。科学の世界ではこの壮大な歴史的出来事を細胞内共生と呼びます。そしてこの一度きりの共生イベントがなかったならば、私たち人間を含むすべての動物はもちろん、植物も、キノコやカビの仲間である菌類も、アメーバやゾウリムシのような原生生物も、つまり真核生物と呼ばれるグループの生き物は、一切地上に姿を現すことがなかったのです。ちなみに植物の葉緑体も、全く同じ細胞内共生によって誕生した存在です。今からやはり十数億年前、光合成ができるシアノバクテリアという、いわば太陽光発電ができる別種の細菌が、原始的な真核細胞に取り込まれ、やがて光を化学エネルギーに変換する工場として、その細胞の中に居を構えました。だからこそ植物は、光の力で空気中の二酸化炭素と地中の水から、糖と酸素を作り出せるのです。生命の壮大な歴史を動かしてきた原動力は、単なる弱肉強食の熾烈な生存競争だけでなく、むしろこうした互恵的な共生という優しい営みだった、この美しい視点は、発表当時から今日に至るまで、私たちの生命感を大きく揺さぶり続けています。共生の関係が成立した後、長大な地質学的時間をかけて、さらに驚くべきゲノムの再編が進行しました。細菌がもともと持っていた1000や2000個はあったとみられる遺伝子のほとんどが、宿主細胞の核の中に収められた中心的なゲノムの方へと、次々に引っ越していったのです。これは水平遺伝子移動と呼ばれる現象で、気の遠くなるような年月をかけて、細菌の遺伝子は少しずつ、しかし着実に核の染色体へと移管されていきました。現在、私たち人のミトコンドリア DNA に残されている遺伝子は、驚くことにたったの37個だけ。しかも、そのうち実際にタンパク質の設計図としての役割を今も果たしているのは、わずか13個に過ぎません。では、ミトコンドリアが生きて働くために必要不可欠な、残りの何千種類ものタンパク質はどこから来るのか。答えはすべて核の DNA にあります。核の遺伝子がまず設計図となる伝令 RNA を転写し、それが核の外の細胞質へ運ばれて、リボソームというタンパク質合成工場で読み解かれ、アミノ酸が砂状に連結されてタンパク質が出来上がる。そのタンパク質の先端には、まるで配送伝票か宛先ラベルのような特別な目印のアミノ酸配列がくっついているので、それを頼りにミトコンドリアの表面へと運ばれていきます。そして膜に組み込まれたトランスロケーターと呼ばれる精巧な搬入装置が、そのタンパク質をほどきながら内部へと引き込み、内膜の向こう側やマトリックスと呼ばれる中心部へ仕分け配送してゆくのです。このような高度に統合された物流システムに完全に依存しているにもかかわらず、ミトコンドリアは今もなお自前の DNA をしっかりと保持し、自分で複製し、細胞核の分裂周期とは全く無関係に、自分のタイミングで分裂して数を増やし続けています。まるで巨木の洞の中でひっそりと暮らす別の生き物のように。だからこそ科学者たちはミトコンドリアのことを細胞内の外来生物と表現することさえあるのです。さあ、ここからは
このミトコンドリアの奥深くで繰り広げられている、まさに職人芸とも言うべき ATP の生産機構について、詳しく見ていきたいと思います。舞台となるのは、ミトコンドリアを包む二重の膜のうちの内側の膜です。内膜はただの平らな一枚の膜などではなく、クリステと呼ばれる櫛の刃のようなひだ構造が幾重にも折り重なることで、とてつもなく広い表面積を稼いでいます。私たちの体中の全ミトコンドリアの内膜を、もしすべて一枚一枚輪がして平らに引き伸ばせたならば、その総面積はサッカー場が優に何面も何面も埋まってしまうほどだと言われています。なぜこれほど広大な反応の場が不可欠なのか。その理由は単純明快で、この内膜の広さこそがエネルギー変換の絶対的なキャパシティを決めているからです。この内膜には、複合体 I から複合体 V と系統的に名付けられた、いずれも巨大なタンパク質の集合体が5種類、きっちりと埋め込まれていて、実に見事な連携プレーを展開しています。最初の4つ、すなわち複合体 I から4までは、まとめて、呼吸差とか、電子伝達系と呼ばれ、食べ物から取り出された電子をリレーしながら、プロトンポンプとしての役割も同時に担います。具体的にその流れを追いましょう。まず食べ物が体内で分解されて生じたなどという分子が複合体 I に電子を手渡します。続いて琥珀酸を相手にする複合体2からも電子の供給を受け、それらが合流して複合体3、そして最終的に複合体4へと、まるでバケツリレーのように次から次へと電子が渡されていきます。この電子の移動に伴って、複合体 I、3、4のそれぞれが強力なポンプとして作動し、マトリックスと呼ばれる内膜の内側のゲル状空間から、膜と膜の間の極めて薄い間隙へと、プロトンすなわち水素イオンを勢いよく組み出していくのです。とりわけ複合体3においては、Q サイクルという巧妙で少し込み入った迂回ルートが利用されており、1回の反応サイクルで、単純計算の2倍に相当するプロトンがマグマ港へと送り出されます。最終段にあたる複合体4は、ヘムと同イオンからなる特殊な反応中心を持ち、ここにたどり着いた電子を一気に酸素分子に与えるのではなく、1電子ずつ慎重に、段階的に酸素に手渡してゆきます。4つの電子がすべて受け渡されたとき、酸素は4つのプロトンと結合して、全く無害な2分子の水へと姿を変えます。生命にとってこれ以上はないほど美しい、完璧な膜引きです。この一連のプロトン組み出し作業の結果として、内膜を挟んで、外側のマグマ港には高濃度のプロトンが溜まり、内側のマトリックスは相対的にプロトンが薄い状態になります。これは、ちょうど大きなダムの壁を思い浮かべていただくと非常にわかりやすいでしょう。ダムの上流側にせき止められた大量の水が放流されるのを今か今かと待つ位置エネルギーを秘めている。それと全く同じように、ミトコンドリアではプロトンの濃度差とプラスの電荷が片側に偏ることによる膜電位差とが相まって、プロトン駆動力という巨大なポテンシャルエネルギーが形成されているのです。そして、いよいよ本丸です。この膨大な位置エネルギーを余すところなく回収して、ATP という化学結合のエネルギーに変換する驚異のナノマシン。それが5番目の複合体である ATP 合成構想です。これは自然界が何十億年もかけて丹念に磨き上げてきた分子の世界で動く極小の回転モーターです。原理はダムの水力発電そのものです。水門が開かれると、せき止められていた大量の水が轟音を立てて一気に落下し、その水流が発電用のタービンを勢いよく回す。ATP 合成酵素も全く同じ物理学の原理によって動いています。マグマ港にぎゅうぎゅうに溜まっていたプロトンたちが、この酵素の中心にうがたれた細い通路を伝って、マトリックス側へと滝のように流れ落ちるとき、その流れの力が、この分子モーターを実際に物理的にぐるんぐるんと回転させるのです。
その詳細な構造を少し覗いてみましょう。ATP 合成酵素は大きく2つのパーツに分かれます。膜にしっかりと固定された土台の部分が FO ドメイン。膜の内側のマトリックス空間に向かって突き出た球状の頭の部分が F1 ドメインです。土台の FO 部分では、プロトンがその内部の専用通路をくぐり抜ける力を使って、リング状に並んだサブユニットを回します。この FO 側の回転運動が真ん中を貫く一本の回転軸を介して頭の F1 部分へと正確無比に伝達されるのです。F1 頭部の中身を見ますと、アルファとベータという2種類のサブユニットが3つずつ交互に並んで6つ組の輪を形作っています。ちょうどオレンジの輪切りのような構造です。この6つ組の輪のど真ん中を先ほどの回転軸が突き抜けている。しかも軸の断面は真円ではなく、わざと非対称な歪んだ形をしています。そのため軸が360度くるりと一周する間に、3つあるベータサブユニットが順繰りに軸に押されて、その形が大きく開いた形、基質を緩くはさんだ形、ぎゅっと閉じて圧縮した形と、整然と規則正しく変化していきます。この見事な構造変化のサイクルの中で、まず開いた形のベータサブユニットに ADP とリン酸がすっと入り込み、次の瞬間、軸の回転に押されて閉じた形へと強制的に移行する。この閉じ込める力が化学反応の活性化エネルギーを乗り越えさせ、ADP とリン酸が無理やり結合させられて、ATP が1個完成するのです。1回転で3つ。1秒間に約100個もの ATP がこのモーターから吐き出される計算になります。私たちの体にはおよそ37兆から60兆個の細胞があり、そのどの細胞にも数百から数千のミトコンドリアがいて、一つ一つのミトコンドリアには数万個もの ATP 合成酵素が並んでいます。となると、1日に私たちの体の中で合成される ATP の総量は、実に自分の体重に迫るか匹敵するほどの膨大な質量に達するという試算もあるほどです。信じられますか？それだけ途方もない生産活動が、今この瞬間もあなたの細胞の中で音もなく続いているのです。この分子モーターの基本設計は、実は太古の昔から地球上に存在していた膜に結合した ATP 分解酵素と共通しています。細菌や古細菌の細胞膜にある V 型や A 型の ATP 分解酵素も原理的に全く同じ回転触媒機構で動いているのです。ただミトコンドリアの ATP 合成酵素は細胞内に取り込まれた後長大な共振化の歴史を経てプロトンの流れるエネルギーを ATP の合成に結びつける向きに回転と化学反応の協約の方向性が固定されたというわけです。この ATP 生産は細胞の刻々と変わるエネルギー需要に対して驚くほど賢いフィードバック制御がかかっています。細胞が激しく活動してエネルギーを使い果たし ADP の濃度が上がるとその ADP を基質として受け取る ATP 合成酵素の回転が自然に加速します。するとプロトンがマトリックス側へとどんどん流れ込みプロトン勾配が緩むためそれを解消しようと呼吸差の方も電子伝達を加速する。逆に ATP が有り余って ADP が枯渇すると、合成酵素の回転は緩やかになり、プロトン勾配がきつくなって、それが呼吸差にブレーキをかける。供給と需要がまるでシーソーのように、自動的かつ瞬時に釣り合う。全く見事というほかありません。さて、しかし、このあまりに精巧で、あまりに完全に見えるエネルギー工場にも、実は一つだけ、深刻な影の部分がつきまといます。それが、活性酸素です。呼吸差の電子伝達系を無数の電子が猛スピードで流れていくとき、そのほんの一部、おおむね 1% から 2% ほどが、決められた正式なルートを踏み外し、横道にそれて漏れ出してしまうのです。そして、漏れ出した電子は、近くをふらふらと漂っている酸素分子と早まって結合してしまう。
こうして生まれるのがスーパーオキシド、過酸化水素、そして化学種の中でも最強クラスの反応性を誇るヒドロキシルラジカルといった活性酸素種です。これらはいずれも手当たり次第に周りの脂質やタンパク質、そしてとりわけ大切な遺伝情報の保管庫である DNA を無差別に酸化して傷つけてしまいます。長らくの間、この活性酸素は体の錆であり、老化と万病の元凶として単純に悪者扱いされ続けてきました。実際のところ、活性酸素が引き起こす分子損傷は極めて深刻で、ミトコンドリア DNA 上によく見られる代表的な酸化損傷の一つが、8オキソグアニンです。グアニンという DNA の塩基に余分な酸素原子がくっついてしまったこの傷を抱えたまま、DNA が複製されてしまうと、本来シトシンと対合すべき場所にアデニンが入り込むという読み間違いが起こり、これが遺伝子の突然変異につながります。私たちの細胞はこうした事態に備えて、OGG1 という専用の修復酵素をちゃんとミトコンドリアの中に配備しています。8オキソグアニンを文字通り切り取って、正しいグアニンに張り替えるのです。ところが、年を重ねるにつれて、この OGG1 をはじめとする DNA 修復酵素の総合的な活性は、残念ながら徐々に低下していきます。修復が追いつかなくなったミトコンドリア DNA には、突然変異が加速度的に蓄積し、変異した遺伝子からは、ところどころ形のおかしな不完全な部品のタンパク質が作られるようになります。こうした不良品タンパク質が呼吸鎖の複合体に組み込まれると、複合体そのものの組み立てに狂いが生じ、そこから漏れ出す電子の量はますます増大する。電子の漏れが増えれば活性酸素の産生も増え、活性酸素が増えれば DNA の損傷もさらに増える。こうして完全に出口のない悪循環にはまり込み、ミトコンドリア全体の ATP 生産能力はじわじわと、しかし着実に衰えていくのです。このような細胞レベルの慢性的な酸化ストレスとエネルギー代謝の衰退こそが、組織の機能低下すなわち老化という現象の本質であり、ひいてはパーキンソン病、アルツハイマー病といった神経変性疾患や糖尿病、動脈硬化、心不全などの生活習慣病のより深い発症基盤にもなっていると考えられてきました。この考え方はフリーラジカル理論あるいは酸化ストレス老化説と呼ばれ、1950年代に提唱されて以来、半世紀以上にわたって老化研究の中心的仮説であり続けたのです。しかし、ここ20年余りの分子生物学や細胞生物学の驚異的な発展によって、活性酸素には全く別の意外な一面、驚くべき第二の顔があることが、次々に明らかになってきました。それは適量の活性酸素が細胞にとってかけがえのないシグナル伝達物質、つまり情報を伝えるメッセンジャーとして機能しているという事実です。どういうことかと言いますと、細胞が酸欠、栄養器が、あるいは病原体の侵入といった何らかのストレスに襲われたとき、最初の反応として、ミトコンドリアからごく微量の活性酸素がパッと発生します。細胞はこの微量の活性酸素を、まさに警報ベルのようにして敏感に感知し、それを合図にして直ちに、全細胞規模の防衛システムのスイッチを入れるのです。具体的に見てみますと、NRF2 という名の転写調節因子が、普段はKEV1という抑制タンパク質に捕まっていて細胞質でおとなしくしていますが、活性酸素の信号を受け取ると、この抑制が外れ、NRF2 は急いで核の中へと移動します。そして抗酸化酵素や解毒酵素の遺伝子がずらりと並ぶ DNA 領域に結合し、数十種類もの防御タンパク質の遺伝子を一斉にオンにするのです。細胞内最強の抗酸化物質であるグルタチオンの合成もこの経路で促進されますし、DNA 修復酵素群の生産も強化されます。さらに、損傷が激しくもはや修復不能となったミトコンドリアを見分けて包み込み、リソソームという分解装置へと送り込んで完全に撤去する、
マイトファジーと呼ばれる選択的オートファジーの仕組みも、活性酸素の適度なシグナルをきっかけとして活性化されることが明らかになっています。活性酸素は細胞社会の火災報知器であり、健全な危機管理体制を維持するためには絶対に欠かせない大切な存在だったのです。この発見は、巷に溢れている抗酸化進行に根本的な再考を迫るものでした。多くの人がビタミン C やビタミン E、コエンザイム Q10 などの抗酸化サプリメントを飲めば老化が防げると漠然と信じています。しかし、もし強力な抗酸化物質で活性酸素を体内から根こそぎ消し去ってしまったら、火災報知器まで一緒に壊してしまうのと同じで、かえって細胞のストレス適応能力や修復能力を弱めてしまう恐れがあります。実際、大規模な無作為化比較試験の結果をまとめたメタ解析でも、こうした抗酸化サプリメントの摂取が、総死亡率を下げたり寿命を確実に伸ばしたりするという明確な証拠は、残念ながら得られていません。単純に、酸化はすなわち悪、還元はすなわち善と断じるような短絡的な図式では、生命というシステムが内蔵している絶妙なバランスと多層的な制御の妙味を全くもって捉えきれないのです。それでは、この酸化と還元の間の精妙極まる天秤の動きを、一体何が司っているのでしょうか。近年、老化研究の最前線で急速に注目を集めているのが NAD プラスと NAD の比率です。NAD プラスは酸化型、NAD は還元型という同じニコチンアミドアデニンジヌクレオチドと呼ばれる補酵素分子のペアで細胞内のありとあらゆる代謝反応に顔を出します。中でもミトコンドリア内部におけるこの2つの比率が細胞の老化速度を決める決定的な要因の一つになっている可能性が近年の研究で急速に浮上してきたのです。非常に印象的な動物実験の成果を一つご紹介しましょう。シジョウバエというモデル生物を使った研究で脳の神経細胞だけ、あるいは全身の筋肉組織だけに標的を絞り込んで、ミトコンドリアの内部における NAD プラスの比率を遺伝子工学的に引き上げるというピンポイントの操作が行われました。すると、これらのハエの健康寿命及び最大寿命は何の操作も受けていない通常の姉妹ハエ群と比較して統計学的に優位に延長したのです。さらに別のグループではアルツハイマー病を発症するように遺伝子改変されたマウスの脳内で同様にミトコンドリアの NAD プラス比率を高めてみました。その結果、マウスの記憶力や学習能力の低下がはっきりと抑制され、運動機能の低下も緩和されたばかりか、脳組織を調べてみると、アルツハイマー病の病理学的な目印である老人斑、すなわち異常アミロイド β タンパク質の蓄積そのものが優位に減少していたというのです。これらの知見が示唆していることは極めて重みのあるものです。ミトコンドリアの内部という細胞の中でもさらに小さな極微の空間のそのまたナノレベルの科学的バランス、すなわち酸化された NAD プラスと還元された NAD の比率をほんのわずか慎重に操作するだけで一個の生命の最大寿命やあるいは神経変性疾患の進行速度でさえも目に見えて変わりうる。敵なのか味方なのか、善か悪か。ミトコンドリアが生み出す活性酸素をめぐるこの問いは、そうした単純で安直な二分法では絶対に割り切れない、深淵で重層的な洞察の世界へと、私たちを静かに導いてくれるのです。ここで、この動画でこれまでに辿ってきた壮大な知識の道筋を、もう一度、より広く高い視座に立って、ゆっくりと振り返ってみたいと思います。もともとミトコンドリアは私たちの細胞内の備品などではありませんでした。それは今から20億年も前の酸素も極めて薄かった遠い太古の貝殻を一匹の独立した細菌として自由に漂っていたのです。ところがある時偶然にもより巨大な捕食性の原子細胞の中へと飲み込まれ、しかも奇跡的に消化、殺菌されずに中で生き延びることができた。
その瞬間から始まった細胞内共生という運命的な関係によって、宿主細胞は以前の18倍にも及ぶ爆発的なエネルギー余剰を手中にしました。この莫大な余剰エネルギーをテコにして、細胞は大型化し、内部を精緻に区画化し、やがては多細胞化して、ついに植物も動物も人もこの地球上に誕生することができたのです。そして、この内なる共生体が繰り広げている ATP 生産の精緻極まりない現場も見てきました。食べ物に由来する高エネルギー電子が内膜に並ぶ4つの呼吸差複合体の上をリレーしながら移動する。その勢いでプロトンが膜の外側へと次々に組み出され、ダムの水位差にも相当する巨大なプロトン駆動力を形成する。この力を自然界が生み出した究極のナノ水力発電機とも言うべき ATP 合成酵素が物理的な回転運動という形で見事に取り出し、ADP とリン酸を1分子ずつ無理やり押し付けて結合させて ATP を完成させていく。なんという精巧な機械仕掛けでありましょう。ところが、このあまりに精巧な発電システムには根本的で避けがたい。いわば宿命のような副作用がついて回ります。電子のリレーからどうしても漏れ出してしまう電子が酸素と結びつくことによって活性酸素が産生されてしまう。この活性酸素は確かに大切な DNA やタンパク質を酸化して傷つけ、その損傷の蓄積は細胞の老化や様々な疾患の原因となる。なのに皮肉なことに適量の活性酸素は同時に細胞が持つ防衛、修復システムを力強く活性化する、かけがえのない警報シグナルとしての花王も併せ持っているのです。この二面性のあまりに微妙なバランスこそが、ミトコンドリアの真の姿なのです。そして最新の科学は、このバランスの中心的な調節弁として、ミトコンドリア内部の NAD プラス体など比が機能しており、それをわずかに操作するだけで寿命が延び、認知症の進行が抑えられる可能性までも実証しつつあるのです。ここにこそ、ミトコンドリアが私たち人間に突きつける、最も深遠で、最も逆説的な真実があります。つまり、生命に複雑さという何者にも代え難い豊かな贈り物をもたらし、私たちの一瞬一瞬の活動を絶え間ないエネルギー供給によって支え続けている存在が、その同じ腕の中で、密かに老いと死のタイマーを音もなく正確に刻み込んでゆく。エネルギーを得ることと、やがて限界を迎え死に至ることとは、一個の細胞の根本的な分子メカニズムの中で、完全に、そして不可分に結びついているのです。なんというアイロニーでしょうか。しかも、この逆説はさらに深まります。ミトコンドリアはまさしく細胞の自殺スイッチそのものとしても機能しているからです。アポトーシスと呼ばれるプログラム化された美しい細胞死のプロセスにおいて、細胞がもし重大な DNA 損傷を負ったり、危険なウイルスに感染してしまったりした場合、ミトコンドリアは自らの外膜にあえて穴をうがち、そこからシトクロム C という鍵となるタンパク質を細胞質へと解き放ちます。この分子がスイッチとなってカスパーゼと呼ばれるタンパク質分解酵素のカスケードに火がつき、最終的には細胞の内容物が破片一つ残さず秩序正しく分解、撤去されてしまうのです。一個の傷ついた細胞が周囲の健常な細胞に迷惑と害をまき散らすことなく、静かに、そして潔く退場していく。この秩序だった自己犠牲の決定的な引き金を、よりにもよって生のエネルギーの源泉そのものが握っている。ミトコンドリアはまさに生と死、創造と破壊のすべてを司る完璧な番人なのです。さらに、このミトコンドリアをめぐっては、遺伝をめぐるもう一つの大きな謎があります。私たちの体を作るミトコンドリアは例外なくすべて母方からのみ受け継がれているのです。精子の中に含まれている父親由来のミトコンドリアは卵子と受精が成立した直後にユビキチンという目印の小さなタンパク質がペタリと貼り付けられて
オートファジー機構によって徹底的に分解、除去されてしまいます。母の卵子に蓄えられていたミトコンドリアだけが、次の新しい世代のすべての細胞を養う母体となる。ですから、今あなたの細胞の中で動いているミトコンドリア DNA の配列は、あなたのお母様から、そのまたお母様からと、母方の家系をどこまでも遡り、何万世代、何十万世代も昔の、遥かな太古の一人の女性にまで一本の鎖で結ばれているのです。なぜ、これほど極端で不均衡な遺伝の様式が進化したのか。最も説得力のある仮説は、異なるタイプのミトコンドリア DNA がただ一つの細胞質の中で混ざり合ってしまうと、それぞれが核の DNA との間で築いている極めて微妙な分子間の相互作用や相性に狂いが生じ、呼吸差複合体の組み立て効率やエネルギー変換効率が著しく損なわれるから、というものです。ミトコンドリアの遺伝情報は母系ただ一本に統一し、純粋培養の形で次世代にパスすることこそが、システムの長期安定性にとって最も合理的な選択だった。このルールは単なる偶然の産物などでは決してなく、20億年という想像を絶する長大な進化のスクリーニングを経て、最終的に自然淘汰が選び抜いた、極めてしたたかで計算高い生存戦略だったのです。そして今、私たち人類はついに、このミトコンドリアという生命の革新的な制御システムに、先端科学と工学の力を用いて、直接的に介入できる技術的段階にまで到達しつつあります。いわゆるクリスパーに代表される遺伝子編集技術をミトコンドリアのマトリックス内部にまで届かせて突然変異を起こしてしまったミトコンドリア DNA の異常な塩基配列だけを周囲の正常な配列には一切一手を触れずにピンポイントで書き換えて修復しようという基礎研究が世界中のトップラボでしのぎを削って進められています。ミトコンドリア病と呼ばれる重篤な遺伝性の神経筋疾患を根治するための希望の光がここに明かりつつあるのです。また、比較的マイルドで、すでに現実的な健康介入として実用化が視野に入っているのが NAD プラスの全躯体補給戦略です。NAD プラスの原料となるニコチンアミドモノヌクレオチド、略して NMN やニコチンアミドリボシド、略して NR といった分子を栄養補助食品の形で摂取することで、加齢に伴って全身的に低下していく NAD プラスの組織内濃度を若々しい水準にまで回復、維持させようというものです。このアプローチはすでにマウスやラットなどの動物モデルで明瞭な老化抑制効果を示しており、現在は人を対象にした安全性と有効性を確認するための臨床試験が、日本や米国を中心にいくつも進行中です。さらに、もっと未来の夢物語としては、全くゼロから人工的に設計、合成した合成生物学的な極小の発電デバイスを私たちの細胞の中に埋め込んでしまうという構想さえ、一部の先鋭的な研究者の間で真剣に議論される時代になりました。いわばミトコンドリア 2.0 です。これらの過去には SF としか思えなかったような先端科学技術の本流が示している方向性はあまりにも明白です。すなわち私たち生物の寿命やあるいは健康に活動できる健康寿命というものはもはや変えようのない宿命として天から一方的に与えられたタイムリミットなどではなくミトコンドリアの機能を中心的なハブとして人間の技術によってある程度調節し得る一つの生物学的パラメーターになりつつあるのだということに他なりません。老いることもやがて死ぬこともやがては技術的にコントロールの対象となり得るこのパラダイムシフトとも言うべき認識の転換は医学や生命科学の枠を遠く飛び越えて私たち一人一人の人生の意味や生きがいそして社会の倫理や法制度の根幹にまで深くて静かで答えのない問いを容赦なく投げかけ始めています。人の手で寿命を何十年も引き延ばすことは果たして善なのか。
超高齢化が行き着くところまで行った社会で、若さと老い、生と死の境界線が解けてしまったとき、人々は何を心の拠り所にして日々を生きるのか。ミトコンドリアという肉眼では絶対に見ることができないほど小さな細胞内の粒がこんなにも巨大な人類的かつ哲学的な難問を今日私たちの食卓の上に静かに置いているのです。さあ最後にどうかもう一度だけゆっくりと目を閉じてそっと想像してみてください。今この瞬間もあなたの体の奥深くでは37兆とも60兆とも言われる天文学的な数の細胞が一つ残らずそれぞれに生き生きと活動しています。その一つ一つの細胞の内部のさらに奥の奥でミトコンドリアが1秒の休みもなく働いています。あなたが今静かに吸い込んだ空気の中の酸素が肺の中で血液に溶け込み、力強い心臓のポンプに送り出されて全身を巡り、やがてどこかの組織の一本の毛細血管を抜けて、とある一つの細胞の中へと、音もなく染み渡っていく。そして朝に食べたトーストの一片や、昨夜の夕食の魚の切り身から取り出された栄養が、長く複雑な代謝の化学反応の連鎖を経て、電子の流れという、最も根源的な形に姿を変えられ、ミトコンドリアの内膜へと手渡される。その電子がクリステの波打つ膜にびっしりと並んだ呼吸差のタンパク質複合体の上を、まるでリレーのバトンが手から手へと渡っていくように、凄まじいスピードで次々に駆け抜けていく。その度ごとにプロトンが膜の向こう側へと力強く組み出され、内膜を挟んで巨大なエネルギーの水位差が生まれる。この見えない滝の流れが、無数の ATP 合成酵素という極小の水車をぐんぐん回し始める。くるくると休みなく回りながら ADP とリン酸を一組ずつぎゅっと抱きしめては、新しい ATP の分子を次々にこの世に送り出してゆく。1秒の間に細胞の中で一体どれだけの ATP が合成されているのか。その数はもはや想像も及ばないほどです。ただ確かなのは、その ATP の一粒一粒があなたの心臓の筋肉を収縮させ、脳の神経細胞の間を電流のように走る信号を支え、あなたが今この文字を目で追い、その意味を理解し、何かを感じている。まさにこの瞬間というものを裏から静かに支えているという事実です。そして一方で、その完璧な発電の仕組みからどうしても漏れ出してしまう。ごくかすかな活性酸素の分子が細胞の健康を見張る警報を静かに鳴らし、あるいは DNA という生命の設計図の文字列にとても小さな、しかし決して消えることのない傷を一つまた一つと音もなく刻み込んでゆくのです。まるで時を刻む振り子時計のように。このすべてが私たちが何かを意図したり意識したりする遥か以前から一秒たりとも休まずに自動的に、そして寸分の狂いもなく続いてきた。そう思うと、ただ息をしているだけで、なんだかとても不思議で、愛おしいような気持ちになってきませんか？このちっぽけな発電所であるミトコンドリアは、誰かに命じられてあなたの中にいるのではありません。20億年前の若かった地球の原始の海で、ただ一匹の細菌として懸命に生き延びようとしていた生命が、無数の偶然といくつかの必然に導かれて、今この瞬間もあなたという一個の美しい生命の中で何一つ変わらず同じように動いている。私たちは決して孤立した個体などではなく、その細胞の中に太古のもう一つの生命を抱きしめるようにして生きている。この静かで厳かな事実に思いを馳せるとき、今まではあまりに当たり前で、空気のように意識さえしなかった一回の深い呼吸や食事の一口一口の味わい、あるいは夜の眠りの静けさが全く異なる手触りと深みを帯びて、今、あなたの心のもとにゆっくりと帰ってくるのではないでしょうか。今日お話ししたミトコンドリアの壮大で、同時にとてもパーソナルな物語が、皆さんにとってご自身の体や自分の性というものを
もう一度落ち着いて見つめ直すためのささやかなでも確かなきっかけになれば、これ以上に嬉しいことはありません。